今日は楽天リンクの落とし穴ご紹介します。気をつけてください。はい、こんにちは、ゴーストです。今日は楽天モバイルのお話をしたいと思います。私は今ドコモと楽天に契約しております。ドコモはこちら iPhone 使用しております。そして楽天は楽天で安く買わせていただいたアローズ、もう間違って買ったんですけど、アローズの方を使わせていただいてます。一応ですね、SIM をですね、こちらの iPhone の方に入れて、1台で楽天とドコモを使うという方法もあるのですが、私はあえて2台持ちにしてます。なぜかはですね、これいろいろありまして、1台の方がかっこいいだろうと、リアル SIM で。という方もいらっしゃいますが、私はあえて2台使っています。なぜかというと、まずですね、何かあった時に、2台あった方が1台、例えば落としちゃったとかいう時に、もう1台あった方が便利ですよね。あとバッテリー、なんか緊急事態の時にバッテリーが2台あった方が持ちがいいですよね。それとあとですね、テザリング。これテザリングがですね、こちらの方からこちらの方にテザリングというのをやっております。なので外に行くときは、こちらもう一切使ってません、データ通信。NTT の方は。テザリングを使って、外に出るときはテザリングを使って Wi-Fi を使ってます。という感じで2台使っているということです。まあいいか悪いかは皆さんにお任せします。それでは本題に入ります。この度、楽天リンク、楽天で電話をかける穴を発見しまして、ちょっとしたことでね、分かりましたね、このことが。楽天は楽天リンクで電話をするとかけ放題というふうに書いてあるんですが、最近ちょっと問題が起きてまして、楽天リンクでかけると相手に番号が通知されない、つまり非通知になると。で、最近非通知はみんな出ないような設定をしているので、非通知でかかってくると出てくれないんですよ。で、こっちは何回も何回も電話してるのに、なんで出ないんだろうなと思ってたんですが、それが原因でした。そちらの問題はですね、楽天リンク、こちらは Wi-Fi に接続してかけると相手側に非通知になります。なので Wi-Fi を一度切ってデータ通信にしてかけると相手にちゃんと電話番号が出るようになります。これ落とし穴ですね。皆さん気をつけてください。これがまず一つ。そして二つ目。これが私にとっては最大の問題。まあ二つとも最大の問題なんですが、二つ目はこちらの設定で楽天リンクの設定で転送電話という設定があったので、これ無料っていう書いてあったので、こちら無料なんで、これ使おうかなと。なぜか、これはかける専用にしてます。そして、受ける専用が iPhone、ドコモの回線ですね。受ける専用にしてます。なので、こちらでかけたやつが、間違ってこちらの電話番号にかけ直してくる人がいるんですよ。なので、こちらを楽天リンクの方を転送にして、iPhone の方に転送したら便利じゃないかなということで、転送にしました。そして、転送にしたんですが、なぜか転送になりませんでした。なんでって考えたんです。そうか、非通知だからか。先ほど話した問題ですね。こちらの iPhone の方は非通知を受け付けなかったので、こちらでいくら転送にしても iPhone の方が受け付けない、そういう状態でした。なので、非通知を受ける設定に変えてみる。ドコモの場合148をかけると、受けるか受けないか、非通知を受けるか受けないか設定できるんですが、そちらで変えてやってみました。転送はできました。ただし、ここに落とし穴がありましたよ。楽天リンク、転送電話無料って書いてあるんですが、実は、転送した、確かに転送はタダです。そこまではタダです。ただし、転送をする時の電話、こちらは有料になります。
ここが落とし穴です。皆さん気をつけてください。ここが落とし穴なんですね。こちらから楽天リンクの方から転送は見事にしましたが、転送している間の電話料金は別にかかってしまいます。なので0円ではありません。ここは要注意です。私はもうこれに気づきましたので、すぐに転送電話をやめて留守番電話にしました。留守番電話ですとお金かかんないですからね。留守番電話と転送電話一緒に同時にオンにできないような設定になってるんですよ。なぜか。なので、前は留守番電話をオンにして、転送電話をオフにしてたんですが、一時期留守番電話をオフにして、転送電話をオンにしてました。ただ料金がかかることが分かって、また逆にしました。ということで、楽天リンク非常に便利なんですが、こういう落とし穴もあるということを皆さん覚えておいてください。楽天リンクの方で改善してくれるといいですね。ここはちょっと楽天さんお願いします。ということでこちらね、一つだけ言っときたかったんですけど、実はドコモの方、電話料金、携帯料金が2000円になりました。アーモじゃないですよ。普通のドコモです。オプション全部切って、なんかよくわかんないですけど、請求2000円でした。なので、楽天の方は無料なので、携帯料金は2台持ちで、私は月々2000円払ってます。という感じですね。私のマイアローズ、これに楽天を入れています。実際に楽天リンク、こちらですね。そして楽天の設定をする画面がこちらの方のマイ楽天リンク、マイ楽天なんとかなんですが、押してみると今メンテナンス中、できません。ダメなので楽天リンクの方ですね、こちらですね、こちらの方の設定やりましたが、先ほどちょっと取ってありますので、楽天マイ楽天こちらの方で、留守番電話と転送電話の設定が同時にできないということが書いてありますので、そして楽天リンクの方はこちらになっております。それでまた規約が変わったみたいです。こちらの方ドン。はい、なんかしょっちゅう変わってるみたいですね。楽天さんもちょっとなんか慌ててんのかな、なんかよくわかんないですけど、規約の変更がありました。はい。ということで、これが参考になると思った方は、ぜひ登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、グッバイ。